皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。夏真っ盛りですが、今回は夏の巣箱チェックの要素を紹介します。で今回の動画では初めてスモールハイブビートルというのを巣箱に見つけたこと、あとダニ対策のこと、あと定期的な内見の様子、そして巣箱の引っ越しについての動画になっています。新しい購入品もありますので最後まで見てくださいね。プロポリスがすごく作られていたので、まずはプロポリスを取り除きました。まずは普通にフレームのチェックをしていきます。先月1ヶ月ほど家を空けていて、全く巣箱のチェックをしていなかったのですが、その間に招かざるお客さんが巣箱の中に入ってしまって繁殖していました。はじめ気づいたのは巣箱の下に敷いてあるトレーで、ダニのチェックをしていた時に見慣れない細長い黒いものがたくさん落ちていたからでした。でその巣箱では虫自体は見ませんでした。別な巣箱のトレーを引き出したら、ミツバチたちがトレーにたくさんいて黒いものを追いかけていました。で私はトレーにワックスペーパーを敷いているのですが、そのペーパーが食いちぎられて穴だらけになっていました。でそこでうようよ動くスモールハイブビートルを初めて見ました。はじめは何の虫だかわからなかったんですが、よく考えたらこれがみんなが言っているスモールハイブビートルに違いないと自分で結論に達しました。それからネットで退治法を調べたら、今家にあるもので私ができることというのが、お掃除の時のモップをつけて使うペーパータオルを使うことでした。このタオルは少しケバケバしてて、そのペーパータオルの繊維にスモールハイブビートルが足を取られて動けなくなるということらしいです。つまりは生け捕り作戦ですね。でこのタオルはいろいろ種類があって、床掃除用のモップに取り付けて使う使い捨てタイプなんですが、すでに掃除用の洗剤が染み込ませてあったり、匂いがついたものとかいろいろ種類があります。でうちにあったのがたまたま無臭で乾燥したものだったので、今回それを使うことにしました。でこれを一番上の巣箱の上に乗せました。これから夏の終わりにかけてダニが増える時期なので、定期的にダニのチェックも始めました。ダニの数を数えてそれを記録に残しています。この巣箱もスモールハイブビートルがいたので、この巣箱の上にもタオルというかペーパータオルですね。これは赤ちゃんのワイプなんですけど、これも少し毛羽立っているペーパータオルだったので、これを乗せました。次の巣箱なんですが、この巣箱はダニのカウントをしていた時にかなりダニが落ちている匹数が多かったので、今回この巣箱にはダニ対策としてフォーミックプロというオーガニックな薬剤を使うことにしました。この薬剤は一番下の巣箱の上に乗せる必要があります。蜂蜜も作り出しているので巣箱が結構重たくなっています。巣箱を一番下の段まで取り除いていきます。これがフォーミックプロです。一つ一つ個別にワックスペーパーのようなもので包まれています。これを一つの巣箱に2つ使います。私が今回やったトリートメントは14日間のトリートメントなので、この2つのストリップを乗せたら14日間は巣箱を開けない方がいいです。このトリートメントをする際にはその週の天気も考慮に入れた方がいいです。あまり暑い日が続くようだったらその日は避けた方がよくて、特に最初の3日間
の気温というのが30度以下、29度以下になるぐらいの日を選んでトリートメントを行うのがいいです。最初の3日間は特に薬剤が巣箱の中に充満してしまうし、暑いしでかなりミツバチたちに負担をかけるからです。巣箱の内見をするために先日このフレームホルダーというのを購入したんですが、それが壊れたままデリバリーをされてガムテープで留めながら使っているので、少し心もとなくていつフレームが落ちてしまうかちょっと心配な状態です。販売元に連絡をしたら、今ある壊れたものはそのままキープしていいから新しいものを送りますと言われて、1ヶ月ぐらい待ってたんですけれども、結局届かなくて、また連絡をしたら途中でなくなったって言われて、それで今度はまた送るのにシッピングフィーがかかるからお金を返品したいっていうことを言われました。で、初めは半額戻すって言われたんですけど、タックスとかで全部それ以上に払ってるって言ったら、ほぼ全額、タックスは払われなかったんですけど、ほぼ全額払われて、で結局この壊れたホルダーが残ったという状況になっています。これがスモールハイブビートルがいる巣箱のトレイの様子です。このようにたくさんミツバチがトレイの上にいて何かを追いかけています。ワックスペーパーの下にちょこちょこ動いている黒いものがスモールハイブビートルで、これを日本語で言うと蜂の住む釘消し寄水というそうです。アフリカ原産の甲虫で日本にはまだ入ってきていないそうです。だから日本はまだラッキーだと思います。アメリカでは1996年に初めて発見されたようです。今日はミツバチたちのためにシュガーウォーターを作りました。今回作ったのはシュガーウォーターのお砂糖とお水1対1です。こんな感じできちんと溶けています。でこれが5カップ入っていて、5カップ入っているので、10カップ分、そしてこの大きい方も10カップ分入っているので、トータル20カップのシュガーウォーターを作りました。お花はまだ咲いているんですが、あまり多くは咲いていないので、これから冬になるにあたってミツバチたちが自分たちの蜂蜜を蓄えられるように、採蜜しない巣箱にはこのようなシュガーウォーターをあげたいと思います。今日はかなり暑いです。30度、気温が30度ぐらいあります。ちょっとこの巣箱の蜂たちの様子が弱い気がするので、この巣箱をもう少しこういうコームとかをズボンしてもらうために、シュガーウォーターを入れることにします。この3段目の巣箱にはミツバチたちに蜂蜜を作ってほしいのですが、古いファウンデーションを入れたフレームを入れているために、ミツバチたちがその古いファンデーションにはコームを作りたがらなくて、なかなか蜂蜜を作ってくれないという状況になっています。ミツバチたちにそんな好き嫌いがあるっていうことを知らなかったので、古いファウンデーションを使っていたんですが、これからは新しいのに取り替えていこうと思ってるんですが、この日はできるだけ綺麗なミツバチたちが気に入ってくれるようなファンデーションにすり替えて巣箱の中に入れています。
そしてこれはシュガーウォーターを与える用のトレイになります。これにだいたい10カップのシュガーウォーター1対1を入れてあげました。このシュガーウォーターですが、だいたい3、4日ぐらいでもうカラカラになってしまいます。この巣箱はもともと分蜂を捕まえた巣箱だったので、今回採蜜をする予定はありません。昨日この巣箱の鉢に2箇所刺されて、結構みんな怒ってる蜂たちが多いので、ちょっと気をつけないといけないんですけど、本当は2段目と3段目を交換したいんですが、ちょっとかなり怒ってるので、この白い紙なんですが、これは、ハイブビートル、スモールハイブビートルっていう虫がいたので、それを取るためにつけてみました。ただ、あんまり意味がないというか、その後、そのハイブビートルを見なくなったので、これはあんまり意味がなかったのかなっていう感じです。すごくくっつくので、あんまり良くないかなっていう感じもします。結構3段目はもうだいぶコームはできてるみたいです。収まってきたみたいだから、2段目開けてみようかな。ミツバチたちかなり機嫌悪いです。やっぱお花が少ないのか、蜜取られると思ってるのか、あんまり機嫌は良くないです、最近。でも2階にも結構いるみたいなので、ちょっと開けないでおきます、やっぱり。このまま、シュガーウォーターをあげてしまいます。シュガーウォーター、シュガー1、お水1に、それが5カップ入ってるんですけど、それに、アップルサイダービネガーをテーブルスプーン1つ分ですね、加えてあります。今入れるのは10カップ分のお水になります。でこれはもう冬越しのための彼らの食料作りのお世話です。今日は、マイトは1匹だけいました。この巣箱はスモールハイブビートルの問題があったんですが、ちょっとどうなってるか見てみます。やっぱりかなりトレイの上に蜂がいます。今見る限り少しスモールビハイブビートルもいますね。あ、飛ぶんだ。飛ぶんだ。この紙の下にいるっていうのは、結局このハイブビートル、これですね。これを殺そうと思って、これを追って、この紙の下に潜っているっていう状況です。いた。飛ぶんだな、これ。
マイトのチェックができない状態なんですけど、いずれこのハイブもマイトのトリートメントはしたいと思います。でその前にちょっとハイブビートルをなんとかしたいと思って、今ハイブビートルの方の処理に集中している最中です。この4つ目のハイブなんですが、巣箱ですが、これは今、マイトのトリートメントの最中です。2週間のトリートメントなので、その間は巣箱は開けない方がいいです。ただ、ちょっとざっとマイトがどれぐらい落ちてるか見てみたいと思います。動いてるのが1匹いますね。3、4、5、8、9、10、11、12、13、15。ざっと見た感じでも20匹ぐらい今落ちてるので、ちょっとトリートメントが効いてるんじゃないかなと思います。でこれからはできればもう一回採蜜したいと思っています。これは巣箱を置くベンチなんですが、少しずつ巣箱をこの上へ移動したいと思います。そしてこの巣箱のフォーミックプロマイトのトリートメントが今日で14日目を迎えるので、このフォーミックプロの薬を取り除く作業を今日はしたいと思います。薬剤が一番下の巣箱の上に乗せてあるので、下の段まで巣箱を取り除いていきます。巣箱と巣箱の間にくっついてしまっているんですが、これがフォーミックプロです。14日間経ったフォーミックプロです。これを巣箱から剥がして、そしてこれはオーガニックな薬剤なので、そのままゴミ箱に捨てて大丈夫とのことです。で2週間トリートメントをしたフォーミックプロという薬なんですが、このように乾いてパキパキになっています。これを今回は取り除きました。これはダニのトリートメントになります。この日は巣箱の引っ越しもしました。木の枠組みでベンチを作って、コンクリートの土台からこの木のベンチへ引っ越しをしました。この日の作業は一人でやったので、結局引っ越しはこの1番目の巣箱だけになりました。この2番目の巣箱なんですが、この間スモールハイブビートルがいてダニの対処ができなかったんですが、そのスモールハイブビートルがいなくなったので、今回はフォーミックプロを乗せてダニの
処置を始めました。そしてこれは3番目の巣箱ですが、シュガーウォーターをあげていたんですが、もう3日ぐらいでなくなってしまうのと、あとまたお花が咲き出していたので、今回そのフィーディングトレイを取り除きました。今この巣箱のチェックを終えたんですが、この巣箱にはシュガーウォーターをあげてたんですが、かなりみんなコームを作っていたので、今シュガートレイのフィーディングトレイを取りました。でまだその裏にいっぱい蜂がいるので、この子たちには巣箱に帰ってもらいます。これが少し前にフォーミックプロを一番下の段に入れたんですが、マイトのトリートメントですね。そしたらここの穴にものすごい数の蜂が今群がっています。ここに小さな丸い穴があるんですが、なぜかそこに今蜂が群がってます。あと後ろにも穴が開いているので、ここはいつも出入りしていたんですが、花粉持ってきてる子がいますね。黄色いのをつけてる足に。ダニのトリートメントを入れたので、しばらくは2週間のトリートメントなので、その間はこの巣箱は開けないでおきます。で1つ目の巣箱を先ほど引っ越しました。このベンチの上に引っ越しました。だいぶ落ち着いてきていて、このフィーディングトレイにももう蜂がいなくなりました。女王蜂がこの中にいるはずなので、みんなここに入るはずです。あと2つぐらいこのベンチに乗っけられると思うので、2番目と3番目の巣箱を頃合いを見つけて移動して引っ越ししたいと思います。昨日 B ミーティングがあったんですが、その時に購入したものをお見せしたいと思います。これがブラックファンデーションといって、ミツバチたちがコームを作るファンデーションの少しもうローがワックスが塗ってあるような感じのファンデーションになります。で今まで使っていたのがこの黄色いやつなんですけど、もうすでにこんな感じで使い古していて、こういう汚いのだとミツバチたちがコームを作らないので、コームを作らないってことは蜂蜜もできないってことなので、これを総入れ替えすることにしました。で黄色い部分を取り外したのがこんな感じで、枠組みだけ今あるんですが、この枠組みにこの黒いのをはめて新しいファンデーションにしていきます。でこれをいくつかの巣箱に入れて、シュガーウォーターをあげて、冬になる前までに一生懸命コームと蜂蜜を作ってもらおうと思います。今日やることなんですが、まずこの全部新しくしたファンデーションを入れたスーパーをこの1番と3番の巣箱にあげます。であともし蜂蜜が取れたら蜂蜜をフレームをここの中に入れて、それでカバーをします。で蜂蜜を取ったフレームのリプレイスメントとして代わりにこれを入れることをしたいと思います。あと、フォーミックプロといって、マイト、ダニのトリートメントをしてない巣箱が2つあるので、今日はそれも一緒にやりたいと思います。今日蜂蜜を取ろうと思っているのがこの2つの巣箱です。蜂蜜ができているといいんですが、後でチェックしてみます。そしてこの1番目の巣箱にフォーミックプロというダニのトリートメントも施
しました。この下から2段目の巣箱は蜂蜜やミツバチの幼虫などがびっしり詰まっていたのでかなり重かったです。この巣箱は採蜜できるかもしれないということで期待していたんですが、あまり蜂蜜が完璧にできていなかったので結局採蜜するのはやめました。一つのフレームの中に蜂蜜とネクターが混在していたので、ネクターがちゃんとした蜂蜜になるまでもう少し待とうと思います。ただ巣箱の引っ越しはこの日に行いました。をしてもう8時間ぐらい経ってるんですが、巣箱の前にこのような形で群がってしまっています。今日は暑い日なので外に出てるのだけなのかもしれないですが、場所も変わったのでちょっと混乱が起きてるかもしれません。子たちはすごいオーダーしていたものが届いたので早速開けてみたいと思います。これは何かというと、ミツバチの世話をするとき着る防護服です。今まで使っていた防護服は生地がとても薄くてすぐ穴が開いたり蜂に刺されたりしてたんですが、今回は布がしっかりしているつなぎのものを購入してみました。サイズがユニセックスなので男女兼用で M をオーダーしたんですが、かなり大きい気がしました。新しいスーツが来たので着てみました。こんな感じで、フットがこうなります。ファスナーが横にあるので、これを引きます。で、蜂が入らないようにここにもこういうのがあるので、交互になってます。で、ここがメッシュなのでこう風通しもいいんですが、3層になっている3レイヤーになっています。
次回からこれを着て頑張りたいと思います。夏はミツバチの世話が忙しい時期です。ダニがいたり、今回は初めてスモールハイブビートルという昆虫も見ました。まだまだ学ぶことが多い養蜂ですが、これからも養蜂を通じてミツバチたちのことをもっと知っていきたいと思います。養蜂に興味のある方や一緒に養蜂を頑張っていこうという方はチャンネル登録をしてまた次回も見てください。それでは See you in the next video.